パスワード毎月変更を強制した上司がセキュリティ低下で情報漏洩。昔からのルールは絶対だ。ニストガイドライン読んだ。俺は26歳のセキュリティエンジニア。中堅 IT 企業で働いて2年になる。情報セキュリティが専門で、社内システムのセキュリティ対策を担当している。上司のセキュリティ部長は55歳のベテラン。でもセキュリティの知識が20年前で止まってるんだ。ああ、いる古い知識の上司。ある日の朝、社内メールが届いた。件名はセキュリティポリシー変更のお知らせ。嫌な予感がした。今月からセキュリティポリシーを強化する。全社員は毎月1日にパスワードを変更すること。これは絶対だ。違反した者は懲戒処分とする。毎月そんなの覚えられないよ。また変えるの？大変すぎる。毎月変更。部長、それは逆効果です。ミストのガイドラインではパスワードの定期変更は推奨されていません。ミスト、なんだそれは。米国標準技術研究所です。世界的に権威のあるセキュリティ標準機関で、2017年にガイドラインを改定してパスワードの定期変更を非推奨にしました。理由は？頻繁にパスワードを変更すると、ユーザーは覚えやすい簡単なパスワードを使うようになり、かえってセキュリティが低下するんです。例えばパスワード01、パスワード02みたいに末尾の数字だけ変えるパターンが増えます。これは非常に推測しやすく危険です。自助攻撃で簡単にはやぶられてしまいます。ああ、それやってるわ。めっちゃわかる。うちの会社も同じだ。季節で回してるやつ多いよね。へりくつを言うな。パスワードは定期的に変更するのが常識だ。俺が30年セキュリティやってきた経験を否定するのか。でも最新のガイドラインでは。うるさい。入社2年目のお前が何々を知っていると言うんだ。若造が偉そうに。俺の言うことが聞けないならやめてもらっても構わんぞ。わかりました。パワハラじゃん。正しいこと言ってるイッチがかわいそうかわいそう。俺の指示に従えないならやめてもらう。わかりました。部長の命令は絶対だった。でもこのままじゃ絶対に問題が起きる。俺は独自に対策を始めることにした。まずパスワードマネージャーのワンパスワードを導入した。これがあれば複雑なパスワードでも安全に管理できる。信頼できる同僚にも密かに推奨した。これすごく便利ですね。パスワードを覚える必要がなくなった。でも部長には内緒でお願いします。了解です。さらにミストのガイドラインと部長への提案メールを全て保存しておいた。いつか必要になる時が来ると思っていた。証拠集めてるの偉い。ところがある日部長にバレてしまった。お前何々をしている。勝手にパスワードマネージャーなんか推奨して。でもこれはセキュリティ向上のためで。俺の方針に従えと言っただろう。余計なことをするな。次やったらクビだからな。申し訳ございません。一致何も悪くないのに。後ろ会社のためにやってるのに。こうして俺の警告は完全に無視された。でもこれは絶対に問題になる。俺は密かに証拠を集め続けることにした。パスワード毎月変更が始まって3ヶ月。予想通り社員のパスワードはどんどん簡単になっていた。もう覚えられない。とりあえずパスワード04にしよ俺はカンパニー2024春、夏、秋、冬で回してる。俺は誕生日と名前の組み合わせ。毎月変えるの面倒すぎる。もうメモ帳に書いちゃった。机の引き出しに付箋で貼ってるわ。これは本当にまずい。俺は独自に社内パスワードの脆弱性調査を始めた。もちろん実際のパスワードは見ない。パスワードポリシー違反のパターンを検出するツールを作った。よくあるパスワードパターンのリストと照合して推測可能なパスワードを使っている可能性を判定する。結果は衝撃的だった。全社員に100人のうちなんと 80% 以上が脆弱なパスワードパターン。連番パターンが120人、非接パターンが30人、誕生日パターンが20人、その他の推測可能なパターンが10人。つまり正社員の5人に4人は簡単に推測できるパスワードを使っている。
辞書攻撃なら数時間で突破できるレベルだ。俺はすぐに調査結果をレポートにまとめた。グラフや統計データも添えて部長に報告することにした。部長、重要な報告があります。社内パスワードの脆弱性調査を行いました。結果、80% 以上の社員が推測可能なパスワードを使用しています。誰々が調査しろと言った。でもこれは重大なセキュリティリスクです。辞書攻撃を受けたら簡単に突破されます。そんなのキユだ。うちの会社が狙われるわけがない。余計な心配をして社員を不安にさせるな。俺は30年この業界にいるんだぞ。お前より知識も経験もある。ですが最低でも多要素認証の導入を。また新しいツールか。コストがかかるだけだ。却下。この部長本当に無能。セキュリティ部長なのにセキュリティは買ってない。またしても却下された。でも俺は諦めなかった。今回の調査レポートも保存した。部長への提案メールと却下メールも全て記録。これから毎月同じ調査を続けることにした。半年が経過した。状況はさらに悪化していた。脆弱なパスワードパターンの割合は 85% に上昇。俺は毎月部長に報告し続けた。でも全て却下された。提案メール12通、却下メール12通、全て証拠として保存した。12ヶ月報告し続けるの偉すぎ。パスワード毎月変更が始まって1年。ある日の深夜、異常なアクセスログを検知した。これは不正アクセスの痕跡。しかも複数のアカウントが狙われている。ログを見る限り辞書攻撃だ。連番パスワードが次々と突破されている。俺はすぐに対応を開始した。侵入された可能性のあるアカウントを一時停止。そして部長に緊急連絡を入れた。こんな深夜に何の用だ。不正アクセスの痕跡を検知しました。辞書攻撃によるものと思われます。そんなわけあるか。お前の勘違いだろう。明日また連絡しろ。電話を切られてしまった。でも俺は一人で調査を続けた。アクセスログを詳細に解析していく。攻撃は深夜2時から3時にかけて集中している。そして最悪の事実が判明した。顧客情報データベースへの不正アクセス。50万件のデータがダウンロードされている。翌朝、社長を含めた緊急会議が開かれた。会議室には社長、副社長、そして各部門長が集まっていた。全員が深刻な表情だった。一体どういうことだ。外部から辞書攻撃を受け、複数のアカウントが突破されました。顧客情報50万件が外部に流出した可能性があります。50万件だと。これは会社の存続に関わる大問題だ。どうしてこんなことに。セキュリティ部長、説明してもらおうか。これはセキュリティエンジニアの管理不足です。彼がちゃんと対策をしていれば防げたはずです。責任転嫁きた。お前が却下したくせに。本当にそうなのか。いいえ、違います。俺は1年前から警告し続けてきました。すべて証拠があります。証拠を見せてもらおう。まずこれがニストのガイドラインです。2017年の改定でパスワードの定期変更は非推奨とされています。理由は定期変更により脆弱なパスワードが増えるためです。なるほど。続けて。次にこれが俺の提案メール12通です。毎月部長に対してリスクを報告し、対策の導入を提案し続けました。そしてこれが部長からの却下メール12通です。すべて自由だ、コストの無駄と却下されています。完璧な証拠じゃん。それは。さらにこれが毎月実施した脆弱性調査のレポートです。3ヶ月目で脆弱なパスワードが 80%、1年後には 85% まで増加していました。この調査結果も毎月部長に報告しました。しかし全て無視されました。部長、これは本当なのか。それはこんな新しいガイドライン知らなくて当然だ。2017年のガイドラインです。もう8年前です。8年も前のガイドラインを知らなかったのか。
でも俺は30年の経験がその経験が古すぎたんだ。部下の警告を無視し最新のセキュリティ標準も学ばず、その結果がこれだ。さらに個人情報保護委員会からの調査も始まった。調査の結果、被害の全容が明らかになった。個人情報50万件の流出、個人情報保護委員会からの行政指導、企業としての信用失墜、主要顧客3社からの契約解除、顧客への損害賠償20億円。20億円。部長のせいで会社が傾くレベル。そして最終的な決定が下された。セキュリティ部長、あなたは懲戒解雇とします。そんな30年も会社に貢献してきたのに、その30年の貢献を台無しにしたのは誰々だ。退職金はなし。さらに損害賠償の一部として個人で3億円の支払いを請求する。そして一輝君、君をセキュリティ部門の新しい責任者に任命する。当然だ、君こそが相応ふさわしい。年収は500万から800万にアップ。300万円だ。さらに特別報奨金として300万円を支給する。君の1年間の努力と警告を評価する。ありがとうございます。必ず期待に応えます。これからはモダンなセキュリティ体制を構築してくれ。お任せください。これぞ完璧な逆転劇だな。俺はセキュリティ責任者としてすぐにセキュリティポリシーの全面見直しを開始した。まずパスワード毎月変更を廃止、代わりに複雑なパスワードの設定と漏洩が疑われる場合のみの変更に変えた。次に多要素認証を全社導入。パスワードに加えてスマホアプリでの認証が必要になった。さらにパスワードマネージャーのワンパスワードを全社導入。複雑なパスワードも安全に管理できるようになった。もうパスワードを覚える必要ないんですね。こっちの方がずっと楽だし安全だ。スマホで認証するだけで簡単。付箋にパスワード書かなくてよくなった。社員からの評判も上々だった。さらに定期的なセキュリティ研修も実施。月に1回最新のセキュリティトレンドを共有。フィッシング詐欺の事例や対策方法も教育した。ミストガイドラインをはじめとした最新のセキュリティ標準を社員に周知した。研修わかりやすかったです。セキュリティ意識が高まりました。これが正しいセキュリティ対策。半年後再び脆弱性調査を実施した。脆弱なパスワードパターンは 85% から 5% まで減少。劇的な改善だ。85から5ってすごすぎる。これが正しいセキュリティ対策。さらに多要素認証によりパスワードが漏れても不正アクセスを防げる体制になった。俺の取り組みは業界でも評価され、セキュリティカンファレンスで講演する機会ももらった。パスワードポリシーの見直しをテーマに実際の事例として話をさせてもらった。一致すごいじゃん。一方元部長は3億円の損害賠償を支払えず自己破産することになったと聞いた。さらに業界内で噂が広まり IT 業界での再就職は絶望的らしい。今回の件で学んだこと、セキュリティは常に最新の知識が必要だということ。30年の経験も学び続けなければ無意味になる。古い知識に固執するのは時々に危険だ。技術は日々進化している。セキュリティのベストプラクティスも同じだ。ほんとそれ。学び続けることが大事だね。そして正しいと信じることは証拠を集めながら訴え続けることが大切だ。感情的になるのではなくデータと事実で冷静に主張すること。それが最終的に自分を守ることにつながる。証拠大事。一致の粘り強さすごい。俺の1年間の努力は無駄じゃなかった。ここまで読んでくれてありがとう。主をつスカッとした。一致グッジョブ。証拠集めの大切さが分かった。部長様、一致の正しさが証明された。ミストガイドライン勉強になった。うちの会社も見直してほしい。パスワードマネージャー導入しよう。